第一次世界大戦の勝利に最も貢献した将軍の一人、フェルディナー・フォッシュの名前を聞いたことがある人は少ないかもしれません。しかし、彼の戦略的才能と強靭な精神力は、連合国軍を勝利に導いた重要な要因でした。フォッシュは1851年、フランス南西部のピレネー山脈近くの町タルブで生まれました。幼少期から軍人になることを夢見ていた彼は、エコール・ポリテクニークという名門軍学校に入学しました。フォッシュの軍人としてのキャリアは、1870年の不仏戦争での敗北を経験したフランス軍の再建期と重なります。この敗北はフランスに大きな衝撃を与え、軍の近代化と戦略の見直しが急務となりました。若きフォッシュはこの時期に軍事理論を学び、後に自身の著書や講義で展開することになる独自の戦略思想を形成していきました。1885年、フォッシュは陸軍大学校の教授となり、そこで将来のフランス軍を担う若手将校たちを教育しました。彼の講義は革新的で、単なる戦術の伝授にとどまらず、戦争の本質や指揮官の役割について深い洞察を含むものでした。フォッシュは、戦争と愛しの衝突であるという有名な言葉を残していますが、これは彼の戦略思想の革新を表しています。フォッシュの教えは、単に敵を打ち負かすだけでなく、敵の意志をくじくことこそが真の勝利であるというものでした。この考えは、後の第一次世界大戦での彼の指揮に大きな影響を与えることになります。フォッシュは1907年に陸軍大学校の校長に就任し、さらに多くの将校たちに影響を与えました。第一次世界大戦が勃発した1914年、フォッシュは第20軍団長として戦いに参加しました。彼の指揮下の部隊は、開戦初期のナンシーの戦いで重要な役割を果たし、ドイツ軍の南下を阻止することに成功しました。この戦いでのフォッシュの冷静な判断と果敢な作戦は、高く評価されることとなります。1914年9月、フォッシュは第9軍の司令官に任命されました。マルヌの戦いにおいて、フォッシュの軍はドイツ軍の猛攻に耐え、反撃の機会を伺いました。私の右翼は押し戻され、左翼は退却している。状況は申し分ない。私は中央から攻撃するというフォッシュの有名な電報は、彼の不屈の精神を象徴するものとなりました。マルヌの戦いでの勝利は、パリ陥落の危機を回避し、長期戦の様相を呈することとなる第一次世界大戦の転換点となりました。フォッシュの冷静な判断と果敢な作戦は、この重要な勝利に大きく貢献しました。彼の名声は一気に高まり、連合国軍内での影響力も増していきました。1915年、フォッシュは北部方面軍の司令官に任命されます。この時期、西部戦線は膠着状態に陥っており、新たな打開策が求められていました。フォッシュは前線の兵士たちの士気を高めるため、頻繁に視察を行い、直接指揮を取ることもありました。1917年、ロシア革命によりロシアが戦線から離脱し、東部戦線のドイツ軍が西部戦線に移動してくるという危機的状況が発生しました。この時、フォッシュはイタリア戦線の立て直しに尽力し、カポレットの敗北後の連合国軍の再編成に成功しました。彼の戦略的才能と指導力は、イタリア戦線の崩壊を防ぐ上で重要な役割を果たしました。1918年3月、ドイツ軍は最後の大攻勢を開始しました。連合国軍は苦戦を強いられ、パリ陥落の危機が再び訪れます。この危機的状況下で、フォッシュは連合国軍の最高司令官に任命されました。彼は各国の軍を効果的に統括し、ドイツ軍の攻勢を食い止めることに成功します。フォッシュは、アメリカ軍の増援を最大限に活用しつつ、7月18日から反攻作戦を開始しました。この作戦は、100日攻勢と呼ばれ、ドイツ軍を徐々に押し戻していきました。フォッシュの指揮のもと、連合国軍は協調して行動し、各戦線でドイツ軍に打撃を与えていきました。フォッシュの戦略は、敵の弱点を突き、継続的な圧力をかけ続けるというものでした。彼は、勝利は最も粘り強い国家に与えられるという信念を持っており、兵士たちにも同じ精神を求めました。この戦略は、長期戦で疲弊していたドイツ軍に対して効果的でした。9月から10月にかけて、連合国軍の攻勢はさらに激しさを増します。フォッシュは、各国軍の特性を生かしつつ、効果的な連携を実現しました。イギリス軍、フランス軍、アメリカ軍、そしてベルギー軍が協調して攻撃を行い、ドイツ軍は各地で後退を余儀なくされました。10月末、オーストリア、ハンガリー帝国が降伏し、ドイツは孤立します。11月初旬、ドイツ国内で革命が勃発し、皇帝ヴィルヘルム2世が退位しました。ドイツ新政府は講和を申し入れ、11月11日、フォッシュの指揮する連合国軍とドイツ軍の間で休戦協定が締結されました。第一次世界大戦の終結において、フォッシュの役割は決定的でした。
彼の戦略的才能と強靭な精神力、そして各国軍を統括する能力が連合国の勝利をもたらしたのです。戦後、フォッシュはフランス元帥に叙任され、イギリスやポーランドからも元帥の称号を贈られるという稀有な栄誉を受けました。しかし、フォッシュの戦後の主張は必ずしも受け入れられませんでした。彼はドイツに対してより厳しい講和条件を求めましたが、政治家たちはそれを退けました。フォッシュは、これは講和ではない。20年の休戦に過ぎないと予言しましたが、その言葉は不幸にも的中することになります。フォッシュは1929年に78歳で生涯を閉じました。彼の葬儀は国葬として執り行われ、多くの人々が参列しました。フォッシュの遺体は、ナポレオンの棺も安置されているアンバリットに埋葬されました。彼の軍事的功績を称える記念碑が、フランス各地に建てられています。フェルディナン・フォッシュの生涯は、19世紀から20世紀への転換期におけるヨーロッパの激動を体現しています。